事故、クラッシュ、車を壊すっていう行為って一つもいいことじゃないじゃないですか。全部ネガティブなイメージだと思うんですけど、この言葉が適当かどうかは分かんないですけど、あの時事故してよかったと思います。車を失ってしまったとか、もう車に対しても本当にごめんっても思ったし、迷惑をかけたみんなにも申し訳ない気持ちではあったんですけども、生きてることへの執着というか、それ以上にそこまであっても生きてるっていう思ったら可能性だらけじゃないですか。結構いろいろその後もしんどいことはあったんですけども、乗り越えられるぐらいの精神力にはなりましたね。だって生きてるみたいな。最初に買ったのがターボの S13 シルビアで、今も所有はしてるんですけれども、その後に AE86 を安く買えたので、それでしばらく走って3年4年ぐらい、その後にちょっといろいろ工面をして180を作ったんですよ。でこれでいろんな大会に出ようと思ったんですけれども、その車と相性が悪かったのか、5回走ってエンジン3基壊しちゃって、でもうこの車とは走れないなっていうふうに思って、どうしようかなっていう頃に、すぐ近くの仲いい車屋さんにずっと13が草むらの中に放置されてるのを知ってて、なんかずっとその車に魅力というか、これ走んないのかなとか、これ欲しいなって思ってたんですけど、意外と誰もその車を売ってくれっては声がかかんなかったみたいで、ある時に自分の先輩を通じてそのオーナーさんと連絡がついたらしくて、人づてに手放してもいいというか、その車屋から動かしてもいいっていう話になったみたいで、安い値段で部品取りとして買ってきたんです。足回りとか細かい部品とかも貴重になってくるから、自分の車に使えるところもあるだろうしと思って、無事に買ってきたんですけども、それがエンジンが SR じゃなかったんですよ。生で見たの初めてだったんで、これが CA ってやつなんだ、動かないのかなと思ったら、だんだんその車を動かしてみたくなっちゃったというか、この子起きないのかなと思って、自分がドリフトをガンガン走ってない頃に走ってた人の車らしくて、今もお世話になってるエージェント K さん、セッティングとかエンジンオーバーホールとかした車だったらしいんですけど、自分の周りの先輩とか仲間内がその車が走ってた時代のことを知ってるんですが、あれはやめた方がいいよとか CA はやめた方がいいって言ってみんなに止められたんですよ。絶対いいことないから。あの車は結構トラブル多くて、結構多分オーナーさんも嫌になっちゃったんじゃないかなみたいな感じで、本当にこの車を起こすのをやめた方がいいよってもうみんなに言われたんですよ。でもあれやこれや一個一個メンテしてるうちにエンジンもかかって、これが CA の音なんだ、かっこいいな、じゃあもうちょっとメンテしたら走れるんじゃないかなと思ってコツコツメンテをして、なんとなく走れそうだっていう頃に秋口だったんですけど、自分の仲いい連中が壮行会を催してるっていうのを知ってたので、それにエントリーしよう。初めてその車に乗ったし、初めて CA18 というエンジンを体感して、初めてロワソに出たのがその時でした。その時に久しぶりにドリフトをしたんですけど、すごく楽しかったんですよ。でもテンションも上がっちゃったし、初めて乗る車なのに結構相性が良かったというか、数台乗り継いだ中でも一番しっくりくる。もうちょっとこの車を大事にしてちょっと走ってみようかなってその時に思いましたね。翌年のローアソも無事に走って、そろそろ外装をきれいにしようかなとか、いろんな仕様変更を考えてて、恵比寿サーキットの南コースが今年で最後の大会が行われるってことで、今まで苦手意識があった南コースを攻略して大会でいいとこ行きたいなと思って練習をしに行ったんですよ。最初はビビっちゃったんですけど、ちょっとコツをつかんで、結構進入速度とかも上がって、これはいけるぞと思ってた矢先に、ちょっとした車のトラブルでタイヤバリアに突っ込んで横転しちゃったんですよ。
思議な感覚だったんですけれど、フロントが逆関節みたいな感じでロックしちゃって、一瞬でアウトに流されて、ぶつかると思ったら、すごい長い時間その衝撃音が自分の耳に入ってきて、でやっと音が止まったなって思った時に感じた違和感が、重力が逆で地面に頭がついてる状態っていうんですかね。たまたま近くで見てた人が大丈夫ですかって言いに来てくれたんですけども、その人の顔は未だに忘れらんないです。すごいもう目がこわばってたというか、自分的には状況を飲み込めてないので、大丈夫ですみたいな感じで車から出たんですけども、降りてみればしっかり屋根が潰れて逆さまになった状態のシルビアがいて、あれよあれよという間に車を起こしてもらって、いろいろ片付けとかをしてもらって、当時自走で行ってたんで、起こしたはいいけどどうするっていう、その辺の人が騒いでるんですよ。どうしようねっていう時に忘れらんないのが、その K スタイルの井草さんが、その周りがどうするって言ってるのを言葉遮るように、俺が運ぶ、俺が運んだるこいつのこと、俺が何とかするって言っていなくなったんですよ。でも次の瞬間気づいたら積載でそのコースにも入ってきてて、ウインチで引っ張って積載に乗ってました。で自分の店に運ぶことも当然考えたんですけど、自分一人で押すとかもできないし、その後難しいなと思って、普段から仲良くしてくれてるローワンのリーダーの翔太に電話をして、ちょっと事情があるので車を置かせてもらえないかって頼んだんですよ、電話で。翔太といろいろ話をして、今いろいろ考えられる状況じゃないですけど、もしよければスペアで持ってる180の箱あるんで買ってください、で復活しましょうって言われたんですけど、もう彼が180を大好きなの知ってたんで、それを横取りするみたいで嫌だったんです。正直ゆっくり休止期間に入って、そこから身の振り方を考えようっていうか、考えるしかないなーって。ロワソも出れないし、恵比寿の大会も出れないし、当分お休みだな、またかと思ってたんで、事故のその日家に帰って、家に奥さんがいるので、こういうことでっていう簡単な流れとか、こういうことが起きたって話をした時に、そうなんだ、それよりもそんだけのことを起こしてもうやめようとか、もう嫌になったりしないのって言われて、確かにそうだ、怖くなっちゃうとか、もうやめようとか考えるだろうなーって気づかされたんですよ。いや確かにそうだね、やめようっては思ってないねって言ったら、自分がやれる範囲でだったらやりな、もちろん大きい事故だし笑えないことだとは思うけど、それでやめるっていうんだったら最初からやってほしくなかった。危ないって分かっててやってたのに、やっぱ危なかったからやめるっていうんだったら、そんな覚悟なら最初からやってほしくない。でもそれ分かってるんだったら、そんなことで諦めちゃいけないんじゃないっていうふうに言ってくれて、それが一つ腹を決めるきっかけにもなったのかもしれないですね。当日の夜中に翔太から長い LINE が入ったんですよ。車を置いておくことに対して条件があります。それは車を置くことを迷惑だと思わないことで、もし箱替えをしたいってなったら自分たちに気を使わないことで、その条件さえ飲んでくれれば、渡さんが忙しくて来れない時は指示さえもらえれば自分ら進めておくんでやりましょう。でそこまで翔太はじめそのいろんな仲間たちに言われて、いやもうやるしかない、走るしかない、すぐその車に乗ることを決めて箱を売ってもらって、そこから怒涛の箱買い生活が、毎晩仕事が終わったら早く終わった順にガレージに集まって、休みの日は休んでる人だけでやってとか、外装も中身もちゃんとしていることで、安全面にも気を使った車であることっていう条件で、時間がない中、まず見た目に関してはエンジンルームまで全部オールペンをして、ドア内側とかもして、ダッシュ貫通のロールバーとサイドバーを入れ、パッと見でもかっこよくちゃんと作ってきた車ってのが、もう知らない人にも伝わるような、目標はローア層に間に合わせるっていうことで、翌日病院には行って精密検査をしたんですけれど、その時に言われたのが、あなたここで私と話できてるの運がいいよ、ラッキーだよ。普通であればこういうケースの事故で絶対頸椎をやって、ほとんどの場合は
今頃白装束を着て棺の中か、あるいは運良くても医大の集中治療室だと思うよ、言われた時に生きてるだけですげえなっては本当に思ったし、人生、この先何年あるか何十年なのか明日死ぬのか分かんないですけど、そのチャンスを与えてもらってるし、車に守ってもらったって感じはしました。自分が良かったことはちゃんとフルフェイスのヘルメットかぶってグローブをして長袖長ズボンでサンダルじゃない靴、あとは4点式のシートベルトをきっちりしてたっていうのに全部に奇跡的に守られたなと思ったのが、タイムアタックをやっているお世話になっている先輩から安く譲ってもらったフルバケットシートをつけてたんですよ。そのシートが壊れずに屋根に挟まってたんですよ。シートのシェル割れてもいないし歪んでもいないし、シートレールが割れてフロアも曲がってるんですけど、シートでそのフロアと、屋根の間の空間が保たれてて、ちゃんと4点もしてたんでギリギリ首が逃げるスペースがあって、本当にいろいろ隅から隅まで確認して今も使ってます。この先も多分そのシートを使うと思います。そう考えるとその先輩にも感謝しなきゃなと思って、譲ってくれてありがとうって感じですよね。昔免許を取るよりもはるか前に、たまたますれ違ったスポーツカーだったりドリシャだったりとか、近所で止まってる車がかっこよかったとか、あるいはたまたま見に行った壮行会にいたどこの誰かも知らない車がかっこよかったって、結構誰しもそういう思い出ってあると思うんですよね。それが有名人じゃなかったにせよ、その存在に自分が慣れてたらいいなみたいな。何万人とか何千人に知ってもらってる有名人じゃなくても、どっかの知らない誰かだったり、今免許持ってない子だったりが、あの時見たあの車忘れらんないんだよねっていう、その年取ってから話に出るような誰かの人生にちょっと刺さる存在でありたいというか、別にその人の人生に影響を与えたからって自分が何があるわけじゃないんですけど、過去自分がそうやってそういう細かいいろんなものを受けて多分成り立ってる部分はあると思うので、そういうのが体現できる場所がロア層なのかもしれないし、前のシルビアと比べてまだちょっとその呼吸が合ってない部分とか、まだ手足のように扱えてない部分はあるんですけど、これに関してはもうちょっと長く向き合っていきたいなとも思うし、もうちょっと煮詰めて車と対話できるようになりたいですね。だってこれは簡単に降りれない車ですよ。自分の車ですけど自分だけの車じゃないというか、それも含めて一生背負っていくものなのかなとも思うし、だからこそやめちゃいけないというか、この車で元気に走り回ってるっていうこと自体がその仲間たちへのお返しというか感謝だったり恩返しになるのかなと思いますね。いやぶつけたくないからって言ってもうそっとカバーをかけて車庫にしまっとくのは簡単なんですけど、それってこの車が生まれた意味がないじゃないですか。だから走るのかなって、そんなにいっぱい毎月とかは走れなくても走り続ける意味はあると思います。
疲れ様でしこの辺から一気にどうですか。た。いやー、団体でちょっと恥をかいてしまいましたが、とても楽しく走れました。また来年も。また来年も応募漏れないように走りたいですね。また来年も頑張りましょう。頑張りましょう。26番